卒業して、そして最近めちゃめちゃ登録者数が増えてきたので、もう一回私が何をやろうとしているか、そして結局今どんな生き物が何匹ずついるのかっていうのを全部紹介したいと思います。はい、ではペンちゃん出てきてください。ペンちゃん、暑くて出てこないそうなので回収しに行きます。はい、では名前の通りチキンパラダイスハワイなので、うちは鶏を幸せにするために日々研究をしていたり、いろんなところに出向いてみたりして活動をしております。こちら社長のペンちゃんです。副社長やってな、はい、社長は私です。で、ペンちゃんちょっと最近機嫌悪いんだよね。ペンちゃんは私が最初に拾った野生のニワトリです。野生のニワトリのくせにこんな豪華な羽をしております。で、めちゃめちゃ懐いているので一緒について回ってニワトリの世話をしたり、もう自分は人間ですと言わんばかりに人のベッドで寝たりしてます。いいんだよね。で、これをきっかけにいろんなニワトリを、人が持ってきたり見つけたり拾ったりして学校でやっていたんですけど、学校ではもちろんそんな数百羽のニワトリを支えきるほどの場所もないし、いろんなことを制限されていたので、今から本格的にやっていきます。ではレッツゴー。はい、そしてこちら、ちゃんと団体として生活している第1のニワトリ小屋です。みんな自由にしております。うちはレスキューをやっているので、オンドリはもちろん五分五分で生まれる可能性があるので、オンドリがめちゃくちゃ多いです。これはね、もううちの取り柄と言ってもいいぐらいオンドリがたくさんいるのに喧嘩しないというね。通常だと死ぬまで喧嘩したり大怪我をしたり大変なことになるんですけど、いつもワンフレームにオンドリが2つか3つぐらい映ってますそしてこちら第2のニワトリ小屋にいるのが、私がずっと前に養鶏をやろうって一瞬言ってみた時に買ってきた20何羽かの、卵を産む卵産み専用のニワトリです。この人たちは体が大きいので住む場所を分けています。綺麗ですね、みんないろんな色で。この子たちは寿命が短いのでちょっと丁寧に育ててます。ぼんぼり姉さん、人の尻をつつかないでください。それはオンドリのお尻です。はい、でこちらのたくさんのニワトリたちが外に出て遊べるようにしているので、こちらの遊び場があります。広さはどれぐらいか知りませんけど、これぐらい遠いです。結構広いですね。はい、そしてニワトリが何羽いるのかと言いますと、実はちゃんと合計の数は数えていなくて、名前はみんなついているので誰がいるのか分かっているけど合計の数を数えていないというボンミスをしているので、おそらく200羽ぐらいいるんじゃないでしょうかっていう感じです。で、このニワトリたちと仲良く住んでいて、なぜかみんなニワトリ小屋に入っちゃってるのがこちらのアヒルさんたちです。このアヒル、最初学校で飼っていた時に一つだけ、こちらですね、こちらの、マラード、いわゆる普通のカモの、バジルくんなんですけど、この子がペットショップで死にそうになっていたのを助けて、他にアヒルは飼いませんって言ってたんだけど、隣のおじさんがくれたり空から降ってきたりとわけのわからない事情でたくさんうちにいます。今これが10羽いるっけだと思います。みんなめっちゃでっかいし、鶏の羽の虫を取ってくれるので素晴らしいお供になってくれたらいいけど、最近怖いです。はい。で、うちにまたなぜか来たのがこちらの鳩です。うちには鳩が今16羽います。最初にレスキューしたのが、出てきて、どこにいるの？これですね。最初にレスキューしたのがこちらのハッピーくんです。ハッピーちゃん、ちゃん呼びですがオスです。ハッピーは
どこかのショッピングセンターの駐車場に落ちてたらしいです。でそれを誰かが聞きつけて、うちの鳩も預かってくれませんかって言って、実際うちでちゃんと大事にしたのはこの子だけなのに16羽もいます。みんな綺麗です。でこちらにいるこの謎の白いでっかい鳥はホロホロ鳥です。おそらくこの右側にいるのがオスかな。顎の下のところが大きくなってきて、で顔がちょっと青くなって、くちばしの前の鼻のあたりも赤くなってきて、色がはっきりしてきたので多分オスだと思います。鶏の警備隊として働いてもらおうと思ってます。もちろんアヒルも夜出ているので警備隊としてはとてもよく活動してくれて、ネズミも取ってくれるアヒルなんですけど、あまり声が大きくありません。それに反してこの子たちはすごく声が大きいので、何かちょっとでも異変があればすごいでっかい声でキャーキャー叫んでくれるので、鶏もわかるし人間もわかるという優れものです。ぜひ大人になったら警備音を毎日鳴らしてくださいって感じです。はい、そしてこちらにいるのはウズラです。アメリカではジャパニーズクエイルとかコタニックスクエイルとか言うんですけど、日本ウズラで合ってんのかな、わかりません。こちらが 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 はいます。人にそれこそもらったりしたりしたんですけど、最初から飼ってる子たちはうちで繁殖して、今4代目がこちらにいるのと、5代目が最初に移したこれかな、これが5代目のうちのうずらたちです。5代目だと血が濃くなりすぎるので繁殖は終了しました。みんなめっちゃ元気だけどね。というわけでうずらさんもいます。そしてうちにいる最後の鳥の種類ですが、こちら見ての通り文鳥ですね。ハワイにはペットとして持ち込まれた文鳥が何十年何百年とかけて野生化してめちゃめちゃたくさんいるので、もう空を見上げると文鳥の大群が30羽とかで飛んでたりします。で文鳥は島の至る所にいるんですけど、この辺には多いみたいで、そちらの左側にいる文鳥さんは鶏小屋の網に引っかかって、しかもなんか口にゴミが詰まってご飯が食べれなくて死にそうになってたので保護しました。で右側にいるちょっと太っちょな子は猫に捕まってしまったみたいで、知り合いのところからちょうど昨日うちに来ました。みんなっていうか2つしかいないね2つとも結構仲良さげにしてます。今はカメラが来たから固まってますね。この猫に取られちゃった子はちょっとこれからどうなるかわかんないんですけど、ぜひ生きてほしいですね。はい、これでうちにいる鳥全種類の紹介は終了です。では次は哺乳類を紹介していきたいと思います。次は哺乳類の紹介ということで、一番最初にうちに来た哺乳類の猫です。こちらの白黒の猫ちゃんはナツです。君はまだ紹介しないよ。このナツっていう子は、フルネームが夏目倉庫です。もう意味がわからないので、気になる方は概要欄から前の動画をチェックしてみてください。君は紹介されてないからちょっと待ってよ。でナツちゃんは私がいつも鶏の餌を買っている餌屋さんの倉庫で生まれて、だいたい3週間から1ヶ月ぐらいの時に、ニャーニャー言ってるのが発見されて、お店側としては猫が倉庫にいるのは迷惑なのでどうにかしてくれないかなって言われたので、とりあえずもらうことにしました。その当時私は猫なんか飼ったこともないし、まともに触ったこともなかったので、しどろもどろになりながら育てて、やっと3ヶ月かなぐらいになりました。でその後すぐにお友達がいたらいいねとか言ってたら、こちらの見えるかな、こちらのかなたちゃんっていうお名前にしたんですけど、この子はこのファームで野良猫として生活していました。で鶏を食べようとしている何者かがいたので捕まえてみたらこんな子でした。当時捕まった時は子猫サイズだったので
飼えるんじゃないって言って、とりあえず慣らしてみようっていう方針でやっていたら、いつの間にか私にだけ懐いてくれてました。でその後にもうちょい懐いてる友達がいたらいいねとかつぶやいてたら、神様が空から落としてくれたみたいで、こちらの3匹の猫が、私が鶏捕獲業をやっているところで、この3匹がすごいちっちゃくはないけど、どれぐらいだったっけな、1ヶ月半とか2ヶ月ぐらいのサイズでなんか走り回ってたので、捕獲して持って帰ってきました。この子はしましまなのでしまこちゃん、この子はまだら模様だからまだらちゃんで、この子は、母が昔飼ってた猫に似てて、その子の名前があおちゃんだったからあおちゃんです。めっちゃかわいい。この子たちはなんか知らないけどめっちゃデレデレなので捨てられたのではないかって思ってます。今は先にご飯をよこせって言ってます。はい。でそんなことをしていて、保健所じゃないけど、保健所かな、あれヒューメインソサエティっていうところがあって、ハワイの動物愛護団体みたいなところに偶然立ち寄ったらですね、お姉さんが箱を持ってて、でその箱を持って職員と話をして、どこかへスタスタ歩いて行っちゃったので、もしかしてあれ飼えなくなっちゃった子猫とか拾ったやつとかなんじゃないって言って、根掘り葉掘り聞いてみると、どうやらその猫は家の倉庫で見つかったらしくて、それが今大きくなってこの子になりました。でその子猫たちの母親っていうのが、お隣さんが飼っているような飼っていないような外猫だったらしくて、それがこちらです。こちらの子、お名前ちょっとよくわからなかったし、あんまりちゃんと飼われてはいなかったので、みーこちゃんって呼ぶことにしました。みーみー言うのでね。でお母さんの子猫は3匹いたんですけど、1つもらわれていきました。でここにごちゃごちゃいる黒いの2つが残りの兄弟です。みこちゃんこの前避妊手術をしてもらったので、めっちゃブスッとしてます。君ね、さっきからね映りすぎなんですけど、この子はあきなちゃんです。夏がいるので、では秋と冬にしようって言ったので、あきなちゃんと冬とくんです。この子が最初に箱に入ってた子ですね。でこの母猫も受け取った理由なんですけど、そのおばあちゃんが70か80ぐらいのおばあちゃんで、もう世話できないし、それに避妊手術をしないといけないって知らなかったみたいで、立て続けに4回も出産した後だと言われたので、それはちょっと健康にも被害が出そうなのでどうしますかって言ったら、もらっていってくださいって言われたので、なんか知らないけど猫をいっぱい持って帰ってきました。あきなちゃん今日本当に映りすぎだよ。何がしたいのかな。みんなに言ってごらん。私をもらいに来てくださいって。まだちっちゃいから可愛いもんね。大きくなっても可愛いもんね。こんな美人さんになりますよ。皆さんもらいに来てください。以上、うちの猫です。はい、そしてうちのもう一つの哺乳類さん、犬です。寝てます。可愛いですね。はい、この子は今回動画出場は初めてです。なんか言ってよ。私がバイト帰りにブラブラ歩いてたら、よくわからないホームレスっぽいおじさんに声をかけられて、ちょっと来てって言うから、なんだこれは危ない人かって警戒心マックスで言ったら、子犬がいるんだけどって言われて、カバンをおもむろに開けたら子犬がポチッとカバンの中に入ってて、知り合いが飼えなくなって一応引き取ったんだけど、僕も飼えないんだけど飼ってくれないかなって言われて、断る理由も特にないので、なんか知らないけど知らないおじさんに子犬をもらいました。それでお名前はいろはちゃんです。女の子です。この前病院に連れて行ったら健康だと言われたのでほっとしてます。カメラ嫌い？かわいいです。私もともと犬は苦手なんですけど、この犬は好きです。というわけでいろはちゃん、鶏を守ってあげてね。
はい、そしてうちで飼っている最後の哺乳類はこちらのモルモットです。いません、不在です。はい、こちらのモルモットさん、母が飼ってます。もともとうち自宅でモルモットを1匹だけ前飼ってたんですけど、その子はもういなくなっちゃったので、またモルモットが欲しいなって言ったので、動物愛護団体のところにもらいに行きました。まずその全然出てきてくれない家の後ろに隠れているよいしょ、怖い怖い。こちらの毛の長いお客様、ちょっとだけ映ってくださいな。こちらの子、どちらの子この白と茶色の子がうちが前飼ってた子に本当にそっくりなので、その前の子は春っていう名前だったので、鼻が白いので春兼花城さんって呼んでます。もう名前じゃないよねそれって感じ。オスです。でこのお隣にいる子はめっちゃ食い意地が張っておるんですが、毛がもじゃもじゃ、なんだったっけこれ、テディっていう種類です。毛がもじゃもじゃです。もう一個の子はシェルティです。シェルティは毛が長いです。でこのもじゃもじゃの方はなんかクマンバチみたいだね、でもクマみたいだねって言って、黒いトマトの品種でクマトっていうトマトがあるので名前をクマトにしました。なんともよくわからないネーミングですが超絶可愛いです。はい、うちのモルモットはよくわかりません。以上がうちの哺乳類の紹介です。では次、まだいるんかな。じゃじゃん、爬虫類です。こちらアフリカにいるソーカーダトーレスっていう種類のリクガメです。世界で3番目に大きくなると言われていて、完全に草食です。もともとカメ自体好きなんですけど、飼う機会が全くなかったので半分諦めてて、で全然関係ないけど草刈り機を買おうかなとか言ってて、待ってカメって草食べるよね、すごいいっぱい食べるよねって言って調べてみたら、草刈り機代わりにもなるというよくわからない情報を拾ってきたので、ブリーダーさんを見つけてわざわざ買いに行きました。めっちゃ可愛いです。もともと2匹いたらいいかなって思ってたんだけど、でも1匹死んじゃったら嫌だねって言って3匹買おうと思って3匹分のお金を持って行ったら、1匹甲羅がちょっと欠けてる子がいるので、いかがですか、お安くしますよって言われたので、結局4つ買うことにしました。甲羅が割れてるのこの子かな。出てくる時に失敗したか大人のカメに踏まれたかで、ここが少し欠けてるって言われました。傷自体は治ってるので命に問題はないのでいかがですかって言われたから、もちろんレスキューやってる人としては断れないですよね。というわけでこの子たち、どれがどれかまだいまいち見分けがつかないんですけど、4ついるから東西南北っていう名前にしようかと思ってます。だから北さんとか西さんとかよくわからない名前になりそうです。100年以上生きるので、私が70ぐらいになったらもらってくれる人を探します。大きくなってくださいね。というわけで急にえらく人数が増えたチキンパラダイスファミリーですが、みんな一つずつ役割があるので、別に適当に飼ってるわけじゃないですよってちょっと言いたかったんです。自分でもちょっと驚くぐらいいっぱいいるので、これからちょっと身を引き締めて頑張らないといけないですが、鶏さんたちを守るをベースにして、アヒルは鶏の虫を取って、で外から来る外敵はホロホロ鳥さんが警告してくれて、できれば猫さんたちは鶏の餌を食べてしまうネズミを取って、で犬は他に危ないことがあれば守ってくれて、亀は無駄になる草をたくさん食べて草刈りをしてくれてっていう感じで
みんな頑張ってます。私も頑張ります。恐ろしいですね。というわけで、自然豊かなチキンパラダイスハワイの YouTube を見てくださっている皆様、本当にいつもありがとうございます。これからはめちゃめちゃ頑張っていくので、チャンネル登録者1000人をまず目指して頑張るので、皆さん登録お願いします。では良い日を